日本全国から集まったスターの原石たちによる過酷なサバイバルオーディション。これまでの審査で勝ち抜いたのはこちらの10名の候補生。そして今回課せられたのは2チームに分かれてもらいストリートライブをしてもらいます。5人1チームでストリートライブを披露することに。しかも練習期間はたったの1日。菅田将暉のさよならエレジーを課題曲に吐き出した歌のレッスンがスタート。愛が僕に噛みついて。しかし全然ダメだね。ダメってやつしか思えない。これまで勝ち残ってきた自信が一瞬にして崩れ去るようなダメ出しが。その後レッスンを通して少しずつ歌うことの意味を学んだ候補生。そして練習も大詰め、チームごとに歌を発表し合うことになった。果たして今の実力は。そして僕に噛みついてちょっと明日さやんなきゃいけないわけ。お披露目でしょ、ライブでしょ。さできないよ明日。ダンスレッスン中にアクシデントが。一体ストリートライブはどうなってしまうのか。スター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。さあ今週も始まりましたスター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。この番組は時代の主役になれるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組でございます。熾烈なオーディションを勝ち抜き見事最後まで残ったメンバーはメジャーレーベルから即デビューが決定と。さあ前回メンバーたちが2チームに分かれユニットを組んで歌のレッスンまでやったんですけども、全員ボッコボコに言われてましたね。されてましたね。5、6人また減ってないですか？まだライブやってないからやる前にもう全員の心折られてましたけどね。まあこう叩かれて残るやつがやっぱ本当のスターになれるわけ。刀と一緒よね。叩いて叩いて硬くなって強くなって切れる。というと叩いてさ強くするじゃない刃物はさ。それでよく切れる刃物になってみんな使うようになるじゃない。いいことというとよく言う。その先はねえ。ないんですか？ねえよ。言ったんだから。終わりました。2チームが歌を披露する前にまずはパート分けを行う。5人は各フレーズごとにパートに分かれて歌う。1フレーズ目はソロ、サビまでは2人ずつ歌うのだが、特に難しいのがその雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに。これが一人と、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのにが一人。こちらのハモリの部分。難しいな。ハモニは難しいな。まずじゃあさっきの発表で気に入った歌詞がこの中にある人いる？個人的には俺この部分歌いたいなと思うのね。一番上ですか？じゃあ俺とアラ君のここするじゃん。じゃあハモってくれるってことですか？いいの？それとも俺が。全然いいですもちろん。本田チームは本田のソロでスタートし、難しいハモリを浜川が担当することに。対する石渡チームはやっぱ頭いいかな。頭のいいですか？でこっちの方がじゃないですか。じゃあここ2行ね。はい。俺歌うかな。じゃあどっちでもいいけど。2人でもここ俺出ないんだよ。ここは。ソロを矢作、歌に自信がある石渡がハモリを担当することに。果たして2チームの今の実力は。今の形をとりあえずお互いに披露してみて、聴いてる方のチームは自分のことを棚に上げてどんどん思ったことを言ってください。相手のチームにお互いに言い合ってどんどん良くしていけばいいなと思うんで。まずは本田チームから歌を披露。僕は今無口な空に
吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて。果たしてその評価は。かっこいいんじゃない？いかがですか？いいんじゃないの？歌詞を間違えてるところが少しあったので、そのサビだったので誰がっていうのはちょっと分からなかったんですけど、もうちょっと覚えられたんじゃないのかなっていうのは思いました。サビだと思うんですけど、歌詞言って伸ばしてんのかそこで終わってんのかっていうのがいい意味でも悪い意味でも、まあどっちかにした方がいいのかなって思ったので。ちょっと声量不足かな。はい、もうちょい出る気もするんだよな。なんでだろう。抑えてる？抑えてた？同じぐらいで出そうと思ってて、ハモと。刃物が強く聞こえた。だからこういうのは本当に周りで聞いてる人がいないと分かんないことじゃん。自分じゃ分かんないから。だからもっと出していいってこと。はい、どんどん出して。そして今井が最も気になったことが。すごく勢いはあっていいんだけども、はい、言い方むっちゃ悪いけど、はい、ともしたらバカっぽく見えちゃう。はい、それがキャラクターだと思うし面白いと思うんだけども、はい、嫌じゃん。そうですね、歌うとしたらかっこよく。そうだよね。はい。カイトはもうちょっとこのともすればちょっとバカっぽい感じを学んでもいいのかもしれない。だからいい組み合わせなんだと思うんだよ。お互いいいところも悪いところもあるから、それを足して2で割ったらより良くなると思う。手応えないですね。はい、まあ声は出てたとは思うんですけど、ちょっとそれ以外のところが練習まだまだ全然甘かったなって痛感します。はい。発声法だったり呼吸の仕方だったりとか、自分のまだ実力の足らなさとかがすごい出てしまったかなと思います。本田チームの課題は荒の声量、そして2人で歌う川村と石川の歌い方。続いて石渡チームが歌を披露。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さない。石渡チームへの評価は。矢作くんのとこからやっぱ声量もちょっと足りないかなと思ったり、なんか自信のなさがちょっとなんか伝わってきたというか。ハモのとこも多分石渡君がハモだったと思うんですけど、メロディーの方が聞こえてこなくて残念かなって思いました。音程がまずやばい。ハモってる人の方もどこに寄り添えばいいか今分かんない状態だと思うんだ。その寄り添うしるべが不安定だから、それをちゃんとしてあげないとハモる方もハモれない。はい、最初の音程が飛んじゃって、その他のメンバーに迷惑をかけてしまったっていうのが一番悔しかったので、ちゃんと練習してみんなメンバーに迷惑かけないように頑張っていきたいと思います。そして今井が一番気になったことは。5人で歌ってる意味が全く見えなかったよね今。そのまあ一人ずつその必死、自分のことに必死っていうのはあるけども、5人で一緒に歌うならどうするのか。そのラストのユニゾンになった瞬間、もう向かってる方向が全然違ったんだよね。なんかチームの感覚がなかったです。石渡チームの最大の課題、それは5人で歌った時にまとまりがないこと。こうして歌部分だけでさまざまな不安要素を残す形となった候補生。そしてこの後
ダンスレッスンに突入。しかし再び候補生たちの課題が浮き彫りに。ちょっと明日さやんなきゃいけないわけ。お披露目でしょ、ライブでしょ。さできないよ明日。やばいやばい。じゃあやばい。5、6、7、8、2、2、3。誰が歌ってんのわかんないんだけど。誰が歌うやつ。いよいよダンスのレッスンが始まる。だよ。来た。休ませてあげなよ。振り付けを教えてくれるのは。おはようございます。振付家のミニーです。よろしくお願いいたします。お願いします。映画や CM を中心に数々のアーティストの振り付けも担当する今注目の振付師ミニー。ただちょっとダンスするときにさ、ちょっと危ないからさ、それさ外してもらってもいい？はい。うん。いや怖い。ダンスに必要なものとしまして筋トレって絶対に大事なんですけども、筋トレいきますので、腹筋と背筋と腕立てやっていきたいと思います。ずっと役立つことなんですけども、少しでも今日やることによって明日の表現に活かせればなと思いますので、ダンスで必要な筋肉をつけていきたいなと思っております。まずは基礎トレーニング。短期間で行う狙いは肉体的な成長ではなく、集中力やメンタルの向上が期待できること。歌いながらいきます。それでは音お願いします。いきます。5、6、7、8。曲げて伸ばして曲げて伸ばす。反対反対。下ろさないよ、足地面につけないで。地面につけない、上げたまんま。おいお前上げたまんまだよ。歌うの？ライブしなきゃいけないから。クロスいきます。筋トレを行いながら歌うことで二重の負荷がかかり、歌が安定して歌えるようになるという。 OK です。これ今1番だけしかやってないけど、私これ小学校1年生とかのクラスでも教えてる。これ1曲分ぐらいやりますから、基本は。続いて歌いながら背筋トレーニング。膝お尻より上、手耳の横、指先きれいに。顔は浜野くんとかね、声も出てなかったんで、筋トレをやりながら歌を歌って母言ってるようじゃ歌いながら踊るなんて不可能です。ちょっと舐めてるのかなと思いました、全員。休む間もなく今度は腕立て伏せを40回。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ここでミニーが動く。34、35、36。頑張れ。フィジカルが弱いね。頑張れ。38。ラスト2。頑張れ。39。ラスト。40。はい、オッケー。はい。そう、阿部だけちょっと最後バテて回数がみんなより追いついてなかったので、22歳の男の子にしては体力ないなっていう。はい、じゃあ、早速ですね、振りの方に行きたいと思います。はい、お願いします。で、最初皆さん一緒に。候補生たちはすでに疲労困憊だが、そのまま振り付けのレッスンへ。まずはイントロ。ポイントは振り向く時のポーズ。これは候補生たちそれぞれが表現したい気持ちを自由に振りにして良い部分となっている。さらに俊敏な動き、止めの部分をはっきりと使い分けることが重要。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。頭の上こするだけ。
ポーンと叩くだけ。ダンス歴が浅い本田、スナップ。振り付けの理解に苦しんでいる様子。思った以上に振りが全然覚えられなくて、簡単なところでつまずいちゃったりして、本当今日一日やれることはしっかりやって、明日にもう本番をもう本当に笑われるのは自分たち次第だと思うので、少しでも初めて見てくれた方にこういう子たちいるんだってちょっとでも気になってもらえたらなって思います。続いて A メロは手振りが中心の振り付け。いかに腕を大きく動かすかでダンスの見栄えが全く変わってくる部分。そしてもう一つ、動きの中で重要な部分がある。これが分かんないの。そう。じゃんです。じゃあこうでしたっけ、こうでしたっけ。ね、一発力バーってやったんでしょ。何本動くのそこで。一発でいってよ。はい。もう一回。すいません。重要なのは2列目の2人の位置が素早く入れ替わる動き。ここではいかに2人の息を合わせるかがポイント。続いて B メロ。腕に加えてステップの動きが増えるこちら。ポイントはリズムが変化するところで機敏な振りを見せられるか。初めてのキスを。ゆっくりでいいよ。本田チームが着実に振りを覚えていく中、無口な空にいまだに A メロの振り付けで止まっている石渡チーム。孤独という名の雲。はい、足は開いてるよ。左直し。ごめん。中でもダンス未経験阿部が苦戦。足はね、何回言わせんの。すいません。振り返った時に足が開いてしまう。同じくダンス未経験の辻も。してほしくてタラタラ全部汚いの形が。なんかもう左に乗ってるから次に形が見えるの。なんかこういうこうですよね。なんか右から行こうと思っちゃうんですよいつも。なんかこうやってやってるの。こうですもんね。汚いの足だけやって全ないた方がいい。部。もうちょっと丁寧に。ねえみんな知ってる？ちょっと明日さやんなきゃいけないわけ。お披露目でしょ、ライブでしょ、路上でやるんでしょ。今ごめん、これだけでもしかしたら終わってしまうかもしれないの。そしたらできないよ明日。ミニーの一言で緊張感に包まれる室内。最後はサビ。ポイントは2回目のサビの部分。ここからは候補生たちが考えるオリジナルダンスで OK。 まさにチームの色が一気に出せる部分になっている。レッスンも終盤、各チームごとに通しでダンスを披露することに。まずは本田チームから披露。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲。初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついてミニーの評価はないというけれど、こっち体育会系っぽい方が多いから特にそう見えるんだけど、その中にいるじゃない川村が。ですごいミニマムなの動きが。なんか小さいのに動きが小さいから、なんか大丈夫っていう。なんか何がしたいのっていう感じなのね、私からすると。振りの大きさとかもそうなんですけど、振りを揃えるってところが足りないから、そこを改善できたらいいなと思います。で、アラが、なんかちょっとこうやる気がないような動きに見えちゃう。
なんかこう応援したくなるような動き表情とか感じるものがなんかちょっとなんか勘違いしてるかこいつっていう感じに私には見える。続いて石渡チーム。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲。初めてのキスを繰り返して阿部の振りが崩れ出す。一つが崩れるとグループに伝わり、君が僕に噛みついて離さないというけれど、誰が歌ってんのわかんないんだけど、誰が歌うやつ。果たして評価は。誰が歌うのサビ？全員です。歌ってないじゃん全員で。はい。歌わない気がした。歌います。歌うんだよね。はい。マジ練習しないとやばいよ明日。はい。硬い浜野。はい。全般的にでオレンジは結構やばい。はい。足踏みするところからやばい。ちょっと撮ってもらった方がいいよ動画。自分の後ろ姿やべえなと思うから見たら。そっから始めよう。はい。まずはい。そして大きく振りが遅れた阿部にも厳しい言葉が。阿部がやばい。全体的に振り覚えてない。はい。ゆっくりちゃんと一個一個返しておいた方がいいよ。はい。皆さん各自、練習をしていただいて明日、披露ができるようになるのかどうか。では明日頑張ってやりましょう。はい。不安は実際ありますけど、不安に出さないように、一応仮にもリーダーとして今やらせていただいているので、引っ張れるぐらいの勢いでちょっと今頑張ります。自分一人じゃない部分っていうか、そのみんなの力も大事になってくるので、そこが心配というか、もうちょっと団結力持って審査に挑めたらと思うんですけど、はい。本当に悔しいっていう思いしかなくて、本当に今日のダンスレッスンはしかみんなができてるのに自分だけできないとか、本当にもう明日もう今日寝ないで頑張っていかないと思います。明日に迫ったストリートライブ、果たして課題を克服し成功させることができるのか。やっぱチームになると目立ちますね、個々の出来が。大丈夫？阿部君失踪しない？いる？明日の朝まで。阿部君は練習しかないですね。他の人が寝る時間も自分は練習しかないし。ね、言ってた。阿部君のプロフィールがございますね。96年生まれの22歳。若いね。仮面ライダーになりたいんですね。仮面ライダー？そう。小さい頃祖父母のさくらんぼ農家の収穫を手伝っていた。優しいですね。優しい。いい子なんだけどね。この中で推しメンは誰なの？今のところ。今んとこ。でも川村君から一番若い子。2000年生まれの17歳。わっけえなおい。2000年に人生まれるんだ。生まれるわ。今も生まれるわ。早くライブ見たいですね。そうね、もう次ライブですから間に合うのか。韓国のオーディションプログラムって前にレッスンする時よくやったチームがライブに落ちること。ちょっと阿部ちゃん大丈夫かな。どうなるか阿部君次第じゃないと思う。出世する？ジョーダチームは来てください。お願いします。よろしくお願いします。次回ストリートライブ当日、1日だけの厳しいレッスンを乗り越え挑む本番。しかし涙の理由は一体何なのか。デビューまで残すところ半分を切り、熾烈さを増していくガチダウンオーディション。その審査基準の一つに SNS ポイントも。候補生の投稿や配信動画への皆さんのいいね数などが審査の合否に影響。つまり皆さんの一票が候補生の運命を左右。詳しくは番組ホームページをチェック。
ガチダンをご覧の皆様、こんばんは。イットボーイズです。ともきです。ゆうたです。けいです。こうたです。まさひろです。よろしくお願いします。イットボーイズなんですけれども、旬なボーイズ、そして個性あふれるボーイズを集めたグループとなっております。オーディションを今頑張ってる皆様も、僕たちみたいに厳しいレッスンや現場、いろんな場面を経験して僕たちと一緒に育てていきましょう。イットボーイズでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なるほど。足がちょっと不安でした。ゆっくり一せーの1ですか。はい、一せーの。キスを最後に飛んでます。6、7、8、2。もう左に行っちゃうんですよ。やります。ゆっくりいきます。はいはい。いっせーの。はい。気をつけて手。最初のこれの足が違った。反対ですか？反対、右足が出ます。その前がじゃんじゃんが入ってます。せーの。愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど寂しさの代わりがチーム的にはでもすごくもうやっぱ他のチームもそうだと思うんですけど一生懸命でなんか自分がっていうのは見えないのでみんなで一緒にちゃんと踊れるようにっていうなんか助け合えてるのは僕はすごく嬉しいなと思って僕もすごい助けられてる部分もさっきあったので僕もちゃんと助けられるようにこれからも明日まで一生懸命やろうと思ってます。今の状態だったら大丈夫ですそうですか？明日はやりますもう大丈夫です。先生からちょっと結構厳しい言葉がありましたけど大丈夫そう？そうですね、それをちゃんと思い出して自分でどこがダメだったかっていうのも思い出してしっかり動画も見て、本当今日一日やれることはしっかりやって明日にもう本番をもう本当に笑われるのは自分たちだと思うので笑われないようにやっぱ少しでも初めて見てくれた方にこういう子たちいるんだってちょっとでも気になってもらえたらなって思います。空に吐き出した孤独という名の雲。はい、足は開いてるよ。左直し。ごめん。もう一回。タラタラタラ。繰り返してほしくてもうね、形が全部ちょっと違うの。してほしくてタラタラ全部汚いの。なんかもうそうですね、僕が好きなジャンルというかちょっとジャズヒップホップ系の振り付けだったのでちょっといいなと思ったんですけどでもやっぱり先生に言われることはちょっと厳しくてでもそうなんですけどちょっと課題がすごい見つかったので今日はすごいいっぱい練習して明日に向けて発表を頑張りたいと思います。グループとグループの審査になるのでちょっと自分一人じゃない部分っていうかそのみんなの力も大事になってくるのでそこが心配というかもうちょっと団結力持って、審査に挑めたなと思うんですけど、はい。